スキズのマンネは自分の可愛さに自覚あり、日本で話題のTikTok チャレンジに可愛いの一言だけじゃ表しきれないほどの可愛さを持つアイエンがワンテンポ遅れて挑戦。なぜかいつも流行りとワンテンポ遅れて投稿されるスキズの TikTok を見ていきましょう。定期的に TikTok を投稿してくれるスキズの公式 TikTok アカウントですが、投稿する動画が流行りよりワンテンポ遅れていることが多く、ステイの間で口ネタになっています。そんな流行りに疎いスキズマンネのアイエンがキューティーストリート可愛いだけじゃダメですかを踊ってくれたのです。一度見たら沼落ち確定のキラースマイルで TikTok チャレンジをするアイエン。少し照れてるのが余計に可愛さ倍増。この TikTok チャレンジを見たステイからは、可愛いだけでも十分すぎる、可愛い以上に何かあったら逆に困ると大絶賛。いいに決まってるでしょ、おめえ最近可愛いだけじゃねえよなとステイのツッコミセンスも相変わらず笑わされます。アイエンがこの歌を歌っていても違和感がないほどの可愛さです。フィリックス、スンミン、アイエンの3人で YouTube ライブをやった時の出来事。アイエンが TikTok で可愛くてごめんをカバーしたのですが、スンミンが3人で一緒にやろうよ、踊り教えてよと言い3人で可愛くてごめんチャレンジをすることに。ジェンガをしながらおしゃべりを楽しむ3人ですが、意外にもみんなジェンガが強くてなかなか倒れず、1回戦目はアイエンが負けてしまいます。罰ゲームとして可愛くてごめんはアイエンがセンターで踊ることに。2回戦目は負けた人がリンゴ噛みをするという罰ゲームをかけてジェンガを始めます。真ん中ばかりを取ってフィリックスとアイエンからブーイングを受けるスンミン。フィリックスに僕はスンミンが負けることを祈ってるとまで言われてしまいます。いつ崩れてもおかしくないジェンガがピリのターンで回ってきてしまい、端のジェンガを抜いた途端に崩れ落ちてしまいます。フィリックスが罰ゲームのリンゴヘアをやることに、ツインテールをされたことに文句を言うのではなく、髪を結ぶならちゃんとしなきゃと結んでもらったツインテールが90度なことに不満そうなピリ。相変わらず目の付けどころが独特すぎる。夕食をかけた3回戦目も順調に進んでいくのですが、アイエンがジェンガを抜く時に180度回転させたことから一気に難易度が高くなってしまいます。ジェンガが倒れる寸前でピリのターンになり、夕食食べる前に話したいことはありますか、どんなメニューを買ってくれるんですかと煽りまくるスンミンとアイエンですが、ピリが成功したためスンミンのターンに。誰もがスンミンの負けだと確信したのですが、スンミンもジェンガを抜くことに成功しアイエンのターンになります。するとなんとアイエンも成功し、ジェンガが上手すぎる3人の終わらない戦いが続きます。そして長い戦いの末に負けたのはジェンガを180度に回転させた先般のアイエン。こうして熱い戦いだったジェンガが終わり、片付けてすぐに可愛くてごめんを取る3人。アイエンの指導の元真似をするフィリックスとスンミンですが、ふんふんふんと鼻歌を歌うように教えるアイエンが可愛すぎる。アイエンに教えてもらい完成した3人の可愛くてごめん以外にもみんなノリノリでマンネズにしか出せない可愛さが溢れてる。そして1回戦目で負けたアイエンが真ん中で踊る予定が3人とも忘れてしまい、ステイからコメントで教えてもらい、あ、そうだったねと思い出す3人。相変わらずマイペースな国数アです。それにしてもジェンガでこんなに大盛り上がりできる成人男性羨ましすぎる。アイエンの可愛さは他グループのアイドルも悶絶させます。スキズとエナプのカムバキが被ったことから TikTok コラボが実現した時のこと。これについてはヤバすぎて個別で取り上げましたが、良すぎるものにはいつ見ても良いので、撮影の裏側を少しだけご紹介。同級生のアイエンとヒスンがコラボしお互いの新曲ララララスイートベノムのダンスチャレンジ。年齢は一緒ですが、ヒスンより先にデビューしたアイエン。楽にしたらいいよ、自分のやり方でさと先輩らしさを見せます。激しいダンスララララをアイエンに教えてもらいすぐに習得しちゃうヒスンすごすぎる。スイートベノムチャレンジでは順調に踊るアイエンですが、サビになるとなぜかにやけ出します。実はチャンビンとヒョンジンが2人が踊っている様子を見ていたようで、恥ずかしくてにやけてしまうアイエン。相変わらずマンネが大好きなヒョンたちです。そしてヒスンもアイエンのことが可愛すぎて最後に思わずハグをしてしまいます。同級生もキュートアグレッションを起こしてしまうアイエンの可愛さを恐るべし。続いてこちらも最高だったな。ヒョンジンと2期のコラボ。兄弟なのと言われるほど顔つきと雰囲気が似ており、このコラボを待ちわびていたファンも多いと思います。ヒョンジンがララララの振り付けを2期に教えるのですが、クン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 と不思議な擬音語で振り付けを教えるヒョンジン。独特な擬音語でも全て理解しちゃう2期もすごすぎる。
2期が振り付けを完璧にこなし、次は2期がヒョンジンにスイートベノムの振り付けを教えることに。ダンスが得意な2人は難なく振り付けを覚えてすぐに本番に入ります。憧れのヒョンジン先輩とのコラボで少し緊張気味な2期が可愛すぎる。そしてオーストラリア出身のフィリックスとジェイクのコラボが予想外すぎたんです。スキズの TikTok で投稿されたのは海外で流行っていたリズムゲームマシュマロチャレンジ。フィリックスがやり方を説明して撮影を始めるのですが、お互い間違えてしまいなかなかゲームが続きません。ラストテイクは今までで一番長く続いたのですが、フィリックスが負けてしまいゲーム終了。エナプの TikTok ではスイートベノムのダンスチャレンジ動画が上がるのかと思いきや、 TikTok が大好きなフィリックスが提案したのか面白み満載の謎のダンス。踊っている最中に思わず笑いがこみ上げてくる2人。この動画を見たステイからは、ダンスやっと上がったかと思ったら何これギリ、ようやく変な動画一緒にやってくれる人見つかってよかったねと予想外の動画にみんなびっくり。どこまでもユーモアあふれるオーストラリア組可愛すぎます。これまでたくさんのアーティストと TikTok コラボをしてきたスキズですが、ヨジャドルとのコラボといえばチャンビンと言ってもいいくらいヨジャドルのダンスを完璧に踊りこなすチャンビン。 G アイドルのソヨンと TikTok コラボを取ることが多いチャンビン。クイーンカードチャレンジでは表情管理も完璧すぎてチャンビンもアイドルのメンバーなのではと思ってしまうほど、筋肉ムキムキなチャンビンがヨジャドルダンスを踊る姿が何とも言えないシュールさ。チャンビンの踊りがヨジャすぎて、もはやソヨンの方がかっこよく見えてしまいます。そしてステイとミッチの間でも人気なのがチャンビンとチェリョンの TikTok コラボ。幼少期に同じマンションに住んでいた2人はなんと幼なじみ。一見すごく仲がいいのかと思いきや、意外にもチャンビンがチェリョンにタジタジなので2人の絡みが面白すぎるんです。S クラスのダンスチャレンジでチャンビンとコラボするチェリョン。ダンスが始まる前の前奏でプリングルス1本食べられないってどうやって食べろっていうのと掛け合いをする2人。実はこの元ネタはイヨンジの YouTube コンテンツだったのです。爆食したことがあるとヨンジに聞かれ、めっちゃあるよ、プリングルス1本全部食べたことあると自信満々に話すチェリョンに、これは何の質問とまさかの回答に戸惑うヨンジ。体型管理を徹底しているチェリョン。爆食の基準が一般人と違いすぎて、改めてアイドルってすごいなと感じます。このネタをまんまとチャンビンにもいじられているチェリョンですが、チャンビンの煽りにも負けず最後までかっこよく踊り切ります。これからもチャンビンのキレッキレなヨジャドルダンスに期待です。スキズの TikTok、いつもワンテンポ流行には乗り遅れるのですが、やっぱり小技が効いてて面白い。皆さんはどの TikTok 動画がお気に入りですか？コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。